こんにちは、カズマです。動画をご覧いただきありがとうございます。8月12日水曜日、時刻は昼の3時を回りました。今日はあまり天気が良くないんで、今こうしてこの橋の下で動画を回しています。今週のお盆休みって天気良くないですよね。去年どうだったかはあんまり覚えてないけれど、今年はあんまり天気が良くない。で、しかも今、台風が来てるじゃないですか。その逆走台風とかっていう、東から西へ突き進むような、そんな感じで今通ってると思うけれど、僕の住んでる街でもね、まあこんな感じでちょっと、その影響で、降ったり止んだり続いているような、そんなところですね。今日話すテーマなんですが、ミニマリストのお盆休み。あえて何もしない。こういうテーマを交えて話したいと思います。すべて僕個人の主観と見解に基づいて話す内容となりますので、そういう意見、そういう考えもあるんだなっていうぐらいの気軽な気持ちで聞いていただけると幸いです。それではよろしくお願いします。お盆休みって、すごい混雑するじゃないですか。例えば、新幹線とか、飛行機に乗るときだったり、あとは人によってはどこかのホテルとかそういう宿泊先を手配したりとか、いろいろとね、時期が重なると思うけれど、やたら混雑する時期があんまり好きじゃないんですよね。でその時期に合わせて何か予定を立てるとか、そういうのはね、基本的にやらないことにしてます。で、さっきミニマリストのお盆休みっていうタイトルで話したと思うけれど、僕自身は本当に物が少ないんですよね。家にはテレビやゲーム機、タンスとかソファーだったり、そういった家具家電は一切ありません。唯一あるとすれば、冷蔵庫や洗濯機、ベッドと机と椅子ぐらいで、それ以外には、なんもないですね。本当に。洋服に関しても、もう備え付けのクローゼットに入る分しか収まってないというか、そんな大してたくさんの服は持たないことにしてるんですよね。頻繁に着用する服っていうのは全体の2割にも満たないんで、ってなると残り8割の服って別に持たなくたっていいじゃんっていう風に考えるようになって、で、なんといっても毎朝着る服を選ぶ手間と労力を減らしたいと思って、そのこともあって僕は洋服の数はあまり増やさないことにしています。っていう感じで、ちょっと話がずれてしまったんだけれど、本題に戻りたいと思います。で、お盆休みって、さっきも話したように、全然予定がないんですよね。けど、この何もしない時間を、あえて楽しむこと、余白を持つことが、すごく大切であるというふうに僕はそう考えてまして、その一日の時間を無駄にしてはならないとか、何か意味のあるものにしなければならない、何かしらのその価値を作らなければならないとか、いろいろそう考える人っていると思うんですよ。なんていうか、生き急いでる人もいれば、無意識のうちに誰かと比べては、その自分自身の無力感だったり、そういう無価値な存在なんじゃないかって、そうやって自分で自分を責めてしまう人って、たくさんいると思うんですよ。でもそれはちょっと、もったいないんじゃないかなと思ってさ。無理して予定を立てなくたっていいと思うんですよね。なんかぎっちり、何かしらの予定を組み込んだりとか、その分刻みの過密スケジュールだったり、誰かと常に繋がっていないといけないとか、そんなルールってどこにもないんですよ。僕そういうのがめっちゃ嫌いでして、常に誰かと連絡を取り合うとか、つい暇な時間があると無意識のうちに SNS とか、なんかニュースとか、なんかそういう膨大に広がる情報をもうずーっと閲覧し続けては、そうやって時間が溶けていく。そういう生活リズムを送れば送るほど、それがだんだんと、メンタルが悪化して、で、体力も落ちて、体力落ちるというか、当然ずっと眺めてる時間が長ければ長いほど、体を動かす習慣がなくなってしまいますからね。僕、そういうのを避けるために、この携帯、今これ iPhone 16を使ってるんですけれど、この iPhone の画面上には SNS のアプリとか YouTube のアプリとかそういうものは一切入れてません。その動画視聴のアプリだったり、なんかそういう Netflix や Amazon プライムとかそういう、どう言えばいいかな。
サブスク、その娯楽関連のサブスクというものは一切入らないことにしてます。まあ、それは前の動画でも話したと思うけれど、そういったその有料課金のものが増えれば増えるほど、その毎月の固定費が膨れ上がって、それでだんだんとお金がなくなっていくんですよね。僕そういうのがあんまり好きじゃなくて、で、今日に至るまでも、この撮影した動画の編集ソフトだったり、あとはまあ大半のものに関しては、無料で使えるものか、または買い切り型のものしか使ってません。いずれにせよ、毎月または毎年払い続けるものは、もうほぼゼロに近いですね。まあ、それは税金とか光熱費は除いて、それ以外のその娯楽関係のものとか、その月額課金のものは一切入らないですね。まあ、たまに、有料の楽曲サイト、それがエピデミックサウンドとか、アートリストとか、そういう、クリエイターさんがよく使ってるような、楽曲配信のそういうサービスを使って、おしゃれな楽曲を、その BGM をダウンロードするっていうやり方もあると思うけれど、それに関しては、まあ、そうね、もし利用するとなった際は、1ヶ月か2ヶ月だけに絞るとか、もう使う時だけ集中して使う。で、全然その使う頻度が少ないと感じた場合は、もう即座に解約するって。そうやって、もう使う時期と使わない時期をこう切り分けるようにすれば、まあ、コストが十分にその削減できるというか、必要以上に多くのお金を払わなくて済むようになります。で、なんかそのお盆休み、ちょうど今夏休みのシーズンに入ってますよね。どこ行っても祭りとか、そういうイベントごとが行われていて、先週確か地元でも花火が行われていたんですよね。それが楽しみで、そういうイベントに行くのが好きって人もいるでしょうし、まあそれはそれでちょっとした経済効果にはなると思うんで、それ自体は別に否定はしません。ただ僕そういう祭りとか花火大会とかそういう場所へは滅多に行かないんですよ。なんていうか人混みが苦手でして、この暑さと湿気と、そして人混みにおける、なんていうんですかね、熱気のある感じが、だんだんと耐えられなくなってきたんですよね。まあ、それはちょっとその10代、20代と比べて、今現在僕はもう30代後半ですので、その分、だからその影響もあってか、ちょっと体力が年々落ちてるような気がするんですよね。まあ、行きたい人はまあ行けばいいし、それがめっちゃ楽しみで毎年必ず参加するって人もいるでしょうから、それはそれでいい人生だなと思うんですよね。すごいタフな感じっていうか、まあ全力で遊ぶのが好きっていう人もいるでしょうから、まあそれはそれですごくいいと思います。ただ、先ほども話したように、僕そういう祭りとか、花火大会とか、あとは大規模な人数で、開催するようなやつ、実はそんなに好きじゃないんですよね。なんか落ち着かないっていうか、年々そういった場所を避けるようになってきて、で、その他にも昔、確かね、ゴールデンウィークの時期に、高校時代の友人と一緒に、大阪の USJ に行ったことあったんですよ。まあ楽しかったけれど、ただあまりにも人が多すぎて、アトラクションに乗るとき、ものすごい時間がかかりまして、そういうなんか人混みだったり、行列とか、そういった類のものがあんまり好きじゃないんで、わざわざそういった場所で時間をかけて延々と待ち続けるぐらいの、そういう時間があるんだったら、それを全く別のことに使った方がいいんじゃないかなと思うんですよ。だって選択肢は無限に広がるわけですし、どこかの店がもし行列ができていたとしても、他にも店はたくさんありますし、なんなら自分で食材を手配して、それを家に持って帰って、で、その上で、自分の好きなようにアレンジして料理を作ることもできるんですよ。もうそういう面では僕自炊の方が好きなんで、自分でちょっと時間をかけて自分の納得のいく味で、ご飯を食べる。そうやってご飯を食べてはお酒を飲んだりとかして、まあその方が、まあ自分のペースで、過ごせるわけですし、全部自分一人で完結できるから、こっちの方がすごいなんか心地いいんですよ。まあ、そこら辺のライフスタイルの違いとか価値観や優先順位は人それぞれですので、なんとも言えないけれど、僕はなるべく余白を大切にする。あえて何もしない時間があってもいいんじゃないかなっていうふうに考えていますね。なんか、充実したライフスタイルを送らないといけないとか、SNS 映え、インスタ映えするようなことにひたすらフォーカスするような、なんかそういうふうになんかどんどん追われてるって言ったらあれですけど、その他人軸で何でもかんでも、誰かと比較し合ってはそれで消耗していくっ
っていう人、たくさんいると思うんですよ。でも別に、そこまでする必要はないと思ってて、今回みたいにこのお盆休み、たとえその友達がいないとか、何一つ予定がないとか、なんかそういう感じで、その誰かと比較しては、その自分自身何も価値がないんじゃないかとか、なんかそういう風に自分自身を責めてしまう人っていると思うけれど、それは別に考えなくていいです。他人は他人ですので、自分にとって何が居心地いいのか、何をしている時が自分にとって幸せなのか、それに対してフォーカスする。そこに焦点を当てることが僕はすごく大切だと思うんですよね。だって、妥協混じりの、それもジャンクフードみたいな、その劣悪な人間関係とかそういう、しょうもない人たちが大勢集まるようなコミュニティに参加するぐらいだったら、その時間とお金を全く違うことにフォーカスした方がいいと思うんですよね。僕みたいに、こうやって、その、YouTube を続ける上で、新しいカメラを買うだとか、その、マイクを調達するでもいいし、あとは編集作業をもっと効率よく進める上で、有料で買えるその買い切り型の編集ソフトを導入してみるとか、そのためにノートパソコンを買ってみるとか、それ以外にもいろいろあると思うんですよね。あとは今みたいにこうやって動画撮影の他に、その、品質のいい写真を撮りたいっていう目的で、カメラを始めてみるとか、そのカメラを通じて、その自分の表現したいものや、その自分にとっていいなと思った瞬間を撮り続けるのでもいいし、またはそれまで撮り続けてきたものを、その YouTube や、またはブログとか、なんかいろんなプラットフォームがありますので、そういったプラットフォームを通じて発信してみる。そういう感じで、クリエイティブな活動にフォーカスすることによって、で、その取り組みが、後に、一つのコンテンツとなって、それが何かしらの対価が自分に返ってくる場合だってあるんですよ。だってそれで収益を得てる人もいるわけですし、そういった生き方を通じて、この世界中のどこかに住んでいる誰かとの新たなつながりに発展する可能性だって十分にあるんですよ。それは日本国内に限らず、その世界各国、どこの国でもそうだけれど、やっぱそういう感じで、自分軸をベースに、その自分一人で何かを積み上げる、何かを作ってみるっていう経験があることによって、それが自分に対するその自己肯定感、その自分へのその自信につながっていくんですよね。経験してみた、実際にやってみた、いろいろやってみた中で、これはあんまり楽しくなかったけれど、こっちは楽しかった。これはあんまり相性が良くなかったけれど、こっちはすごくやってて居心地良かった。とか、そういう感じで、一個ずつ手を動かしていくことによって、で、その先にある道が、少しずつ見えてくるんですよね。だって、そういう感じで、その人生って生きていく上では、本当にたくさんの選択肢、たくさんの道のりがあるわけでして、で、その、余白を大切にしながらも、自分の心と向き合う、その自分自身と向き合う時間を作る。人によっては、そのための手段として、ヨガを始めてみるとか、筋トレを続けるとか、そうやって自分自身のその健康を維持するために取り組んでる人もいたりするわけですよ。そういう感じで、このお盆休みに関しては、僕はあえて予定は立てないことにしていて、本格的に予定を立てるってなったとしたら、それはおそらく9月か10月以降になると思います。オフシーズンに予定を立てる。なんていうか、その航空券だったり、宿泊費用が極端にコストが跳ね上がってしまう時期に関しては、あえて予定は組まない。そういう感じで、自分自身の、その時間とそのライフスタイルに合わせて、自分にとって何が最適なのかを選んだ結果、今に至るっていう感じですね。そんなわけで、このお盆休みの間は、あえて何もしない。で、その代わり他の人がやらないようなことに徹する。そのための習慣、その一つの手段として、こうして、YouTube を続けているっていう、そんな感じですね。それも創作や発信を含むクリエイティブな活動にフォーカスした方が、その方が自分にとっては思考の整理にもなるし、言語化する上での習慣の一つにもなるし、今、こうして頭の中で思い浮かんだことや、単純に今日この瞬間話したいことを表に出すっていう、そのための手段として、こうして YouTube を続けるのはすごく大切なんじゃないかなと思うんですよ。それがどんな
境遇の人であれ、どんなバックグラウンドを持つ人であれ、どんな職業や、どんな場所に住んでいる人であれ、だってこうして今スマートフォン一人一台持っている時代なわけでして、で、動画撮影の他に、ポッドキャストっていう音声配信がメインのプラットフォームもありますんで、そういった手段を用いて、自分が単純に話したいことを、その自分の経験や、それまでやってきた体験を第三者に向けてシェアしてみるっていうような、そういう活動を続けていけば、それがその自分自身の今後の人生において、何らかの気づきや何かのその新しいことを始める些細なきっかけにつながるかもしれないんで、ぜひ、興味のある方はやってみるといいんじゃないでしょうか。1% でもできそうだなと思ったら、まずやってみる。それが大切なんじゃないかなというふうに僕はそう思います。っていうわけで、なんか途中から話があっちへ行ったりこっちへ行ったりして、ちょっと聞きづらい部分があったかもしれないけれど、先ほども話したように、このお盆休みはどこも旅行には行かないし、おしゃれなレストランとかカフェだったり、そういった場所に行くつもりも一切ありません。本当に予定がないんですよね。あえてこの余白を楽しむ。世間一般的になんか帰省ラッシュとかなんかで、大変な状況になってるとこあるじゃないですか。それとは全く無関係な感じで、僕はあえて予定を組まない。その余白を大切にする。そういう感じのライフスタイルをこの先も続けていきたいなというふうに考えています。不要なものを削ぎ落とす。余白を大切にする。そのための手段としてミニマリズムを取り入れているっていうような、そんなところですね。はい。というわけで今回の動画はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見ていただきありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。もし今回の動画がいいなと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。それでは次回お会いしましょう。ありがとうございました。さようなら。